のドアがあったとしましょう。タイムマシン。100年前の外科医が手術室にやっていた。どうでしょう。立ち尽くすんじゃないですか。100年前の事務員が先進オフィスにやっていても同じでしょう。仕事はコンピューターとネットです。じゃあ学校の先生はおそらく何事もなく授業を始めるんじゃないですか。だって教室の環境も授業のスタイルもほとんど変わってないですからね。僕が子供の頃、学校って先進地でした。家にテレビありましたけれども、ピアノ、顕微鏡、プール、街で一番楽しいものがある場所でした。今どうですか。ゲーム機、壁掛けテレビ、タブレット端末、携帯電話、家にある楽しいものって学校じゃ使えないんじゃないですか。学校の方がなんか遅れた場所になってません。子どもたちにもっと楽しいウキウキする学びの環境を届けてやりたい。例えば2100年の学校教室を設計してみましょう。壁も床も天井も360度全部映像ディスプレイで世界中とつながってる。これ今の美術でもできますよね。じゃあ海底の探検に出かけましょう。理科の授業です。海の底を実体験できます。貝や紙を実際に触るような、疑似体験だってできるでしょう。音楽の授業、世界中の子どもがつながって一緒に作曲したり一緒に演奏したりする。それぞれ土着のリズムやメロディーがあるから楽しいですよね。子どもオリンピックつながってよーいドンできますかね。社会や歴史の授業で時空間を超えるとやってみたい。自分と同い年のお父さんとかお母さんが映像に現れてその頃の街に出かけていって一緒に学ぶ。2100年だったらできるんじゃないですか。でも一足飛びにそれを実現するっていうのはちょっと難しい、無理がある。じゃあどうするか。デジタル教科書を実現するところから始めましょう。デジタル教科書、紙の教科書とは別のコンピューターを使って学ぶ教材です。その教室には今電子黒板が普及しつつありますけれども、さらに一人一台のコンピューターでインターネットをつないで学ぶ。コンピューターとインターネットとデジタル教科書。するとどうなるか。面白くてつながって便利になります。まず面白い、教科書がゲームのようになりますからね、楽しい。そして自分で映像も音楽も使えるので作れるので、想像力あるいは表現力が刺激されます。つながる。世界のどこに住んでいても世界最先端の最新の情報を得ることができる。先生と生徒がみんながつながって教え合ったり学び合ったりする。地域や家庭とつながって教室、学校がオープンになります。そして便利、何度も何度も繰り返して訓練ができますね。そして自分の進み具合に合わせた教材が送られてくるので進んだ子はどんどん先に行ける。そして先生も、成績の管理だとか採点といった仕事が自動化されます。一人一台のコンピューターを持たせる。これ日本の政府は昨年ようやくですが2020年には達成しようということを閣議決定しました。今 6.6 人に1台なので1人1台ってなかなか道は険しいんです。だけど世界は先に行ってるんですね。韓国は2013年には全ての小学生デジタル教科書を実現すると言っています。日本とは7年の開きができてしまいます。南米のウルグアイという国、2009年にこれもう達成しました。全ての子どもたちが持っているこの端末コンピューターはアメリカの MIT マサチューセッツ工科大学が開発した100ドルパソコンと呼ばれているものです。そしてその最初の設計図がこちら。これ実はアスキーという会社を創業した西和彦さんと私のグループが MIT に10年前に提案したものなんです。ちょうど2001年10年前でした。日本が提案したものが世界的なプロジェクトになりました。100ドルパソコンは、35カ国130万人の子どもたちが使っているといいますが、でもその間10年間日本は動かなかったんです。しかし、去年ようやく日本の政府も動き出しましたので、じゃあ民間もということで産業界に声をかけ
て協議会を作って、今120社の企業がこの運動に参加をしてくれています。私が事務局長を務めておりまして、で、学校の現場の先生方含めいろんな人が協力してくれています。政府は2020年という目標なんですが、遅すぎる。民間としてはせめて5年前倒しをして2015年にしたいなというのが目標です。いや、紙なくせって言ってるわけじゃないんですよ。紙には紙の、鉛筆には鉛筆の良さがあります。そこにデジタルの端末も持ち込んで、アナログもデジタルも使いこなしたいなと。江戸時代の寺子屋っていうのはですね、さまざまな年の子どもたちがそれぞれの進み具合に応じて教え合ったり学び合ったりしてたんですね。それをデジタルの力でちょっと復活させたいなということかもしれませんが、反対もあります。田原総長さん、デジタル教育は日本を滅ぼすという本を書かれました。デジタルになるとですね、画一的で、それから答えばかりを追い求めて先生がいらなくなっちゃうんじゃないかと田原さん言うんですね。逆なんですよ。ツイッターとかしてる方はよくお分かりの通り、ネットの世界って画一的どころか本当に多種多様な人たちがいて、答えのない問題を話し合うっていう創造的な空間、そこに飛び出していこうということでしょ。それから先生がいらなくなる。いや、先生はこれから教えるだけじゃなくてですね、生徒の考えを交換させるようなコーディネーターの役割も担ってもらう。もっともっと大事な存在になっていくんですよ。なんて話をしてたら、田原さん、よくわかったって、今我々のコーディネーターのアドバイザーとしてですね、旗振り役を務めております。で、大人ですから話はわかるんですが、問題は我々のサイドもまだ実績とか成果がそんなにないから、そんな話になっちゃうんですね。いや、だんだん普及はしてます。学校の現場でもデジタルの教材とか機械を使ってるとこありますし、最近はもう携帯電話で授業やってるそんな学校もあるんですよ。各地でそういう活動を進めていて、でよく思うのが、実際使ってみるとですね、もちろん当たり前ですけども、先生も生徒ももっと使いたい、もっと使わせろって声が出てるんですね。だから今最大の課題は、そうやって先生や生徒たちに実際に使ってもらうこと、触れてもらうこと、デジタルに。子供に携帯持たせるなとか言ってる場合じゃないんですよ。だから政府も今民間団体も各地で実証の研究を進めています。今これご覧いただいているのはですね、それらの中の創作活動、課外授業を一堂に会したイベント、ワークショップコレクションというものなんですが、これ毎年慶応大学で行っているんですけどもね、私はその MIT に100ドルパソコンの提案をした後、2002年に ND を作りまして、こういう子どもの想像力、表現力を高めるような活動を全国で展開しているんですが、地域の新聞を作る、あるいはアニメを作る、ゲームを作る、音楽を作る、ロボットを作る、こういうことを日本の子どもたちにさせると、とってもうまいんです。もう世界最高水準と言ってもいい。で、実は漫画読んで、アニメ見て、ゲームやって、携帯いじってる。あれはですね、世界がデジタル社会に移行するのに向けて自らを鍛えてるってことなんじゃないですかね。で、この慶応で毎年やってるイベントですが、今年の2月に開きましたが、2日で6万2000人来ました。6万2000人の参加者という、これ、世界最大規模の子ども創作イベントなんですね。つまり日本には子どもたちに新しい技術を使って想像力やコミュニケーション力をつけさせてやりたいと思う保護者がとっても多いってことなんですよ。日本こういう活動の本場なんですよね。で、そういう需要はたくさんあるんですが、供給が足りないんです。子どもたちにそのようなウキウキするような環境場を供給してやろうじゃありませんか。復旧に向けて道路を作ること、今とても大事です。ただ同時に復興に向けて、いや100年後の発展に向けて子どもの世代に投資をする、それが我々の世代の宿題じゃないでしょうか。ありがとうございました。